皆さんこんにちは。内科皮膚科医の友利新です。今日はですね、たるみ予防に絶対にやってはいけない5つのことをご紹介したいと思います。はい。そう、たるみってね、最近よく、悩んでる方どうやったらいいですかっていうお悩み聞くんですね。で、たるみってじゃあぶっちゃけ何かっていうと、顔の皮膚がですよ、重力とかに負けて、下の方に下がっていくことですよね。なのでこの辺フェイスラインのもたつきだったりとか、あとはこういうところにほうれい線できたり、ここにマリオネットラインができたりということになります。で、特にこう45度見た時に、なんかこうちょっとねフェイスラインがシュッとこの顎のラインがしてないなとか、あと年々顔が大きくなってくるように感じることありませんか？そう、昔私こんなにこの目とこの顎のところが長かったっけってなんか写真とか見たりして思ったことありませんか？これって実はたるみなんですよ。そう、人間っていうのは実は年齢がいくにあたって年を取るにあたってですね、たるみが起こってくるわけじゃないですか。そうするとこの顔の縦ラインが大きくなってくるんですね。で、たるみって、その顔が大きくなるだけじゃなくて、この顔が縦が長くなると人間ってそれだけで老けて見えるということが分かってるんですよ。なので顔が小さくってここの長さが短い、縦のラインがですね短いっていうのが幼く見える。だけれどもこの顔の縦幅っていうのが長いと実は老けて見えるっていうこともあるので、たるみっていうのはただ単にこのフェイスラインがもたつくとか、あとはシワ、ほうれい線とかが気になるとかだけではなくても、老け顔にそもそもなるっていうことなんですね。で、これって若い人も気にしていかなければいけないっていうのは、一回たるんだ肌っていうのはもう正直医療じゃないと治すのは難しいです。だから皆さん必ずこのたるみ予防っていうのは20代後半ぐらいから始めてもらいたいと思うので、そのたるみ予防でこれだけは絶対にやらないでっていうことをしっかりとお話ししますので、最後までご覧ください。では早速、たるみ予防のためにやってはいけない5つのこと、まず1つ目は日焼けです。また日焼けって、先生も日焼け本当に嫌いだよねっていう声がねもう多分聞こえてきてます。だけどね、もう本当日焼けって実はシミだけじゃないんですよ。たるみにも大きく関与してるんですね。もうね、本当これは言いたい。日焼けするとたるみます。だから皆さんたるまないように日焼けしましょう。じゃあなぜかというと、紫外線は光老化という、肌のね老化を進める7割は光老化という話も散々してるんですけれども、この光老化をまた進めるのが紫外線 A 波と呼ばれるものなんですね。で、この紫外線 A 波っていうのは皮膚の表面ですねを刺激してシミを作ることにもつながるんですが、もっと怖いのは皮膚の奥の方に行って、それこそ真皮のこのコラーゲンとかエラスチンっていうものをですねちょきちょき破壊してしまう、切っちゃうみたいなことをするんですよ。そうするとベッドのスプリングが切れた状態みたいになるので、そもそも皮膚がダラーンと垂れてしまうことになるんですよ。なのでもうたるみを、予防したければ絶対に日焼けはしないでください。そう、日焼けをしたらシミもそうですけれども、たるむっていうことを頭に入れておいてください。で、もう一つ、たるみ予防のためにやってはいけない5つのこと、2つ目が顔の間違ったマッサージになります。はい、これね皆さん結構やってる人多いと思うんですよね。コロコロするやつだったりとか、あとは一生懸命カッサみたいのでグリグリやったりとか、そういったことする人、これたるみの原因になります。そうなんですよ。もちろんね、正しいやり方であれば、であと週に1回、2週間に1遍とかぐらいであればまだいいんですけども、これを毎日習慣にしてるとか、あとグリグリやってるっていうのはどういったことが起こるかっていうと、実はですね、皮膚と筋肉と骨っていうのがお顔ではあるわけじゃないですか。で、これをくっつけているっていうんですかね、接着しているっていうリガメントという靭帯があるんですけども、この靭帯って引っ張れば引っ張るほど伸びてしまうものなんですよ。なのでマッサージとかね、あとコロコロとか、あとカッサとかでグリグリしていると、これが常に皮膚が伸ばされた状態になると、このリガメントである靭帯が常に伸ばされた状態になると、これが伸びきってしまうんですね。そうすると分かりますよね。伸びてるとこれが一瞬こうするとたるみってなくなって、綺麗になったと思うかもしれないんですけど、ずっとこうしてたらそのリガメントが伸びてしまって
ボッて外しとったらーんと、たるんでくるっていうわけになるんですよ。なのでもう過度なマッサージはもう絶対に、もちろんこれはねシミの原因にもなります。そのシミの回でもお話ししました。なんですがたるみの原因にもなりますので、絶対にコロコロしたりとかゴシゴシしたりとか過度なマッサージはやめるようにしましょう。でもちろんねそのコロコロしてねむくみが取れるっていうのもありなんですよ。だから例えば本当撮影前とかわかんない、こうやって YouTube を撮る時とかなんかもう本当にこれは決め写真を撮りたいっていう時には本当に軽くコロコロするとそれでむくみが取れてちょっと小顔にはなると思うんですが、そうじゃない、それを日常的にやってしまうとさっき言ったようにたるみ原因になりますので、ここぞという時にどうしてもやりたい時はやるようにしてください。そしてたるみ予防のために絶対やってはいけない5つのこと、第3位がタバコを吸うことです。はい、これねスモーキーフェイスって呼ばれていて、もうタバコっていうのはねもう害が多いというのは皆さん分かってると思うんですが、もう美容に関してももうダメなことばっかりです。もちろんねそのタバコを吸うことによって体の中の血流が悪くなるっていうだけではなくて、実はタバコに入っているその有害な化学物質がですね、先ほど言ったコラーゲンとかエラスチンを破壊してしまうということが分かってるんですね。なので例えば一卵性双生児で同じ遺伝子で同じお顔の人でも一方がタバコを吸う人で一方はタバコを吸わない人だとやっぱりシワだったりたるみの数値が確実にタバコ吸ってる人が上がるっていうことのデータも分かっています。なのでもう本当にたるみたくないっていう人はすぐに今日から禁煙をしましょう。タバコは絶対に NG です。でここまでがですね、この123全部がこの真皮といって皮膚のコラーゲンだとか、あとはその人体とかそういったものに関することだったんですが、ここからはちょっとまた違った視点のたるみ予防というか、たるみ予防ではやってはいけないことになります。そのたるみ予防のためにやってはいけない5つのこと、第4位がですね、間違ったダイエットになります。ダイエットとたるみ何の関係があるのっていうふうに思うかもしれないんですが、実は顔がたるむ原因は太ってもダメだし、あと痩せすぎてもダメなんですよ。だから間違ったダイエットっていうふうに私は言ったんですね。でこれどういうことかっていうと、当たり前ですよね。脂肪がいっぱいつくとそれだけ皮膚が伸びるわけですよ。だから太ったら顔パンパンになりますよね。でも痩せたらその分だけ皮膚は伸びてるけれども中身がなくなる。だから要は太ってる人がもう常に、でも皮膚っていうのは着替えられないから大きい洋服を常に着てる状態だから、ブカブカな洋服を太った人が着てる痩せた人が着てるような感じになるわけですよ。痩せてしまったとしても。なのでいっぱい脂肪がつくとそれだけその重力でたるんでしまう。でそれが痩せたとしてもそれが残ってしまうので、もう痩せたり太ったりっていうリバウンドをするようなダイエットっていうのは顔のたるみのまず原因になります。で実はそれだけじゃなくて、間違ったダイエットで逆に栄養がなくなってしまうということも大きく原因になるんですよ。それはですね、なぜかというと骨が痩せちゃうんですね。そう、骨。顔の骨が痩せるって皆さんピンとこないかもしれないんですけども、よくね女性が骨密度が低く、なくなって骨粗鬆症とかになって身長が低くなるっていうことを聞いたりしません？でこれはだいたい60代ぐらいになるとこの腰の骨っていうのは減少してくるっていうのが分かるんですが、実はこの腰の骨よりも顔の骨の方が早く減少するっていうことが分かってるんですよ。で腰の骨が60代だったとしたら顔の骨っていうのは40代ぐらいから実はちょっとずつ変化してるって言われてるんですね。で皆さん骨が痩せるっていうことは、小さくなるというよりは骨が薄くなってくるんですね。そうすると例えば骸骨を思い出してもらいたいんですが、目の周りとお鼻のところって骸骨のところって空洞になってますよね。これは目のところには眼球があって、でお鼻のところにはそこは骨がね、尾骨って言ってこういうとこね骨があって、そこに軟骨があって、それの横にこの皮膚が乗ってる状態になるんですよ。でこの骨が痩せるっていうことはこの空洞が大きくなってくるっていうことなんですね。特にこのお鼻の空洞のところが広がってくると、当たり前ですけどここが広がるわけですから、どんどんこのほうれい線が大きくなってくるし、あとは
骨がちっちゃくなると、ある程度ちょっと骨のね顔がちっちゃくなると、さっき言ったみたいに皮膚はちっちゃくはなれないんです。なのでこうくっついてる皮膚がちっちゃくならずに中身だけちっちゃくなると、もちろんこうダラーンって下に閉じてきますよね。そういう風になって、こういったお鼻のところのほうれい線のたるみが出てきたり、あとは顔全体の皮膚は変わらないけれども、お顔の骨がちっちゃくなることで皮膚がたるむっていうことが起こってくるんですよ。でこれね、例えば過度なダイエットをしてしまって女性ホルモンが減るっていうことにも関係があって、で女性ホルモンが減ると実は骨っていうのはね、破壊されては再生されてを繰り返すんですが、この骨の破壊を後押ししてしまうんですね。なのでやっぱりその60代以降の女性に骨粗しょう症が多いっていうのは、このエストロゲンが少なくなってくるっていうこともあるんですが、そもそも40代頃から顔の骨っていうのは小さくなってくるっていうか、薄くなってくる。そこに過度なダイエットをしてしまって、栄養不足もそうですね、カルシウムとかそういったものが少なくなっても骨っていうのはもろく小さくなりますし、あとはそれで例えば生理が止まってしまうようなことがあると、またエストロゲンの分泌が低下することによって、骨の破壊が進んでしまうということになるので、これもたるみの原因になってしまいます。はい、なので皆さんね、太りすぎてもダメだけれども痩せすぎてもダメっていうこと、そして顔の骨っていうのは実は40代から少なくなってるっていうことを頭に入れておいてください。なのでね、しっかりねバランス良い食事とるようにしてあげてください。そして最後です。顔のたるみ予防のためにやってはいけないこと5つ目、無表情です。先生無表情？だってこうやって表情を作ると、さっきのねマッサージの時みたいにこう皮膚が動かされて、人体が伸びて、それはそれでたるみの原因になるんじゃないですかって察しのいい人は思ったと思うんですけども、この無表情っていうのはもう何もねこうやってとか変顔をしろっていうわけじゃなくて、ポイントは笑顔、口角になります。でこれどういうことかっていうとですね、口元をからこの首、この鎖骨のあたりまでですね、実は後傾筋といって大きな筋肉がここをついてきてます。でこの後傾筋ね、この首からやればよかったんですけど、実はこの口角、この口のこの横くらいからが基支部といって始まって、この鎖骨のところまであるので、下に下に下にっていう風になってる筋肉なんですよ。でもう一つ、もともと口角下制筋といって、この口角を下げるような筋肉もちょっと、その後傾筋はね本当に広いんですよ。すっごく広い、もう手のひら以上ぐらいあるんですけど、口角下制筋というのはもう人差し指本当これぐらいです。口角からこの下にこういくぐらいなんですね。でもう一つ、唇というか口角を上げる筋肉っていうのは口輪筋と呼ばれる筋肉と、あと口角虚勢筋、上げる筋肉っていうのがもう本当ちょっとちっちゃくあるんですが、それに比べてこの後傾筋というのがもう大きいんですよ。で実は骨と違って筋肉っていうのは年を取ると大きくなって硬くなってくるっていうのが分かってるんです。そうなので口角をね下げる筋肉はもともと大きくって、なので上げる筋肉よりも下げる筋肉の方が実はなんて言うんでしょう、プラスとマイナスで言うと常に下に勝ってるんですよ。だからぼーっとしてると人って口角下がりますよね。でこれが年齢を重ねるにあたって口角を上げるようなこの笑顔でいるようにしないとですね、もうこの後傾筋が硬くなってきて、そうするとそれが引っ張る率が高くなるので、常にここはこういう状態にで後傾筋っていうのは口元だけじゃなくてこういう風につながってるので、このフェイスラインがずっとこう下に下に下にっていう風になって、これがたるみの原因になるんですよ。なので何も変顔をしろっていうわけじゃないです。なのでちょっと口角を上げて、なんかちょっとね違和感を感じる、この人ずっとニコニコしてるんじゃないかっていう違和感を感じるかもしれないんですけど、意外とそうでもないんですね。だからこう鏡を見てぼーっとしてる不意な顔ってちょっとブサイクなんですけど、携帯取り切る時ちょっとニって笑うじゃないですか。その時って口角上がってでちょっと綺麗に見えるんで、やっぱりこの常にこうちょっと自撮りするようなぐらいの笑顔をしていることでですね、この後傾筋のこの引っ張りからこう防いでくれて、常に上に上がるような意識をすることでたるみ予防になりますので、そういったところを注意してください。なのでまとめると、まず日焼けはしない、絶対ダメですよ日焼けは。そして間違ったマッサージもしない、これをやりすぎもダメです。そしてタバコは絶対ダメ。
タバコ吸ったらもう100害あって一理なしです。であとは間違ったダイエットはしないでください。脂肪がつくこともたるみの原因ですけども、一番怖いのは骨が痩せていってしまうことです。でそれはもう40代ぐらいから起きてきますので、間違ったダイエットだけはやめてください。そして5つ目、無表情でいることね。無表情でいるとついついこの口角を下に引っ張ってしまう、フェイスラインを下に引っ張ってしまう筋肉が勝ってしまうので、常に口角を上げるようなことを心がけることでたるみ予防にもなります。はい、皆さんね、もうね何回も言いますけども、たるみって一回起こればもう皮膚が伸びてしまったものはもう切るしかないんですよ。それか糸とかでね上げるっていうのもありますけども、糸で上げてもこう例えばですよ、私が今ここで糸で上げました。でもこうちょっと皮膚が余ってるの分かります？そうですよね。この皮膚が余ってしまったらいくら止めたとしてもこの皮膚のたるみっていうのは、なかなか取れないんですよ。なのでまずはこの皮膚がたるまないようにするっていうことがすごく大事なんですね。なので皆さん今日お話ししたことをしっかり頭に入れて、もう20代後半の人はもうとにかく今日からやっていただければ絶対もうね20年後私に多分感謝の、多分メールが来ると思いますし、これが50代60代でも今以上にたるまないようにするっていうことはできますので、ぜひこのやってはいけない5つのことを頭に入れて生活を過ごしてください。そしてもうたるんでしまってしょうがないっていう方はぜひクリニックでその治療を受けるようにしてください。最近はねこのたるみっていうことにフォーカスを置いた実はスキンケアも続々と出てきてます。ただこれはたるみを改善というよりは予防のためのスキンケアになるんですね。9月以降はねそういったたるみ予防の、スキンケア続々と発売されるみたいなので、発売されたらまた皆さんにどういった基準でっていうのを説明しようと思うんですね。なのでねこのやってはいけないということを守ると同時に、この予防でそのたるみケアのスキンケアを入れるっていうのも一つなんじゃないかなと思います。そして今のたるみをもうどうしても改善したいという時には美容クリニックの門を叩いてみてください。いかがでしたか？このチャンネルではこのように美容や健康について皆さんに分かりやすくお話ししているチャンネルになりますので、よかったら登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。